目を使ってエイシーしたくなったのだ。また意味不明なこと言い始めましたね。いやね、ちょっとおもちゃを Amazon で買ったのだ。じゃん、アイトラッカーなのだ。何ですかそれ。僕の目の動きを検出してどこを見ているか教えてくれるのだ。あ、VTuber さんとかのアバターを動かすのに使っているやつですか。まあ、そうだね、はは。これがアイトラッカーくんを使った映像なのだ。ということはこの白い丸があなたの見ている場所でしょうか。そういうことになりますね。それで左の敵を見ると、白い丸が左に行くと、そして右の敵を見ると、白い丸が右に行くわけですか。で、動いている敵を見るとこんな感じでグーンって追従していくのだ。へえ、すごいものですね。そうなのだ。そしてこの丸に沿ってエイシーの視点を動かしてやろうと思うのだ。なるほど、視線の種足みたいなものでしょうかね。そんな感じなのだ。何なのだ。この追従している白い丸、なんか遅くないですか。ほんとだ、確かに遅れているのだ。僕は目バッキバキで敵を見ているのだ。でも白い丸が追いついていないのだ。どうしようか。まあどんな人でも動くように直しているのでしょうね。加速させるか。とりあえず僕の目のデータをいっぱい取って、それっぽく動くモデルを作って、いい感じに学習して、できた。早かったですね。白い丸がさっきの遅いやつ、緑の丸が加速をかけたやつなのだ。で、これでさっきのように見てみると、ああ、なるほど。白い丸は敵に追いついていないけど、緑の丸は追いついていると、そういうことですね。そういうことなのだ。よし、あとは仮想マウスをちゃちゃっと作ってと。完成したのだ。アイトラッカー発動。これ今マウスも種足も発動させていないのだ。ということは今、視線入力だけで動いているのですね。そういうことになりますね。なかなかよくできているのではないですか。わかる。そういえばこのアイトラッカー、縦方向は動かないのですね。いや、ちょっとね、縦方向を動かすに至る精度があまり出なかったのだ。バイバイアキュラシーなのだ。まあこんなものの精度を出すというのは凄まじく難しいですからね。いろいろな要素が入ってきますし。そういうことなのだ。ほら、種足とか入れても仮想マウスの入力が入るから外れるのだ。画面の中心に丸が行けば入力が小さくなって種足がまた入りますね。その通りなのだ。全体構成はこんな感じなのだ。よし、これ使ってメタンと対人やるのだ。さすがにランクマとかで使うわけにはいきませんからね。何カメでアーマードコアを動かす装置を作ったそうね。ニューラルネットの技術を教えた甲斐があったわ。助かったぜメタン。やっぱメタンは天才なのだ。わかってるわ。実際どういう風に動くか楽しみなのだ。そうね。起動するのだ。アイトラックスタート。よし、動くな。うわぁ、瞬きした瞬間に吹っ飛んだ。あ、瞬きのデータは取っていなかったのですね。くっそ、瞬きなしで頑張るのだ。眼球カッサカサになりそうね。確かにそうですね。で、実際使い心地はどうなの？割と悪くないのだ。感覚的には手足が常にかかりながらマウスも動かせるみたいな。それだけ聞くと強そうですね。瞬きできないのはきついけどな。でもそれは簡単に直せるものよね。瞬きの時は加速させないようにして滑らかに動かすだけだわ。そうだね。というか意外と普通に戦えることにできるのだ。そうですね。絶対に対戦で使ったらぐちゃぐちゃになると思っていました。わかる。実戦でそれなりに動くものを作るって結構すごいことよ。頑張ったわね。だがしかし目が痛いのだ。瞬きできない以前にこの装置は目に負担がかかるのだ。めっちゃ目が痛い。まあ見たところに視点が行くというのは、裏を返せば必ず見ないと視点がどこかに行ってしまうということですからね。目を休ませられないわね。ここで瞬きしてしまったのだ。痛恨のミス。瞬きできないのは辛そうですね。というかなぜ直さないで動画にしたのでしょうか。めんどくさかったからだそうです。でしょうね。そろそろ眼球視点移動にも慣れてきたのだ。楽しくなってきた。今僕マウス動かしていないけど勝手に視点が寄っていくのだ。まさに眼球種足ね。私も使ってみたくなったわ。でもメタンの目のデータを取っていないから加速は動かないのだ。確かにそうね。ちなみにずんだもん、どのくらいの時間データ取りに使ったの？ 6時間くらいなのだ。休日が消し飛んだぜ。結構大変ね。
目がすごい疲れたのだ。プログラムを組むよりよっぽど疲れたのだ。データ取りは結局のところ気合でやるしかないですからね。あなたの目の癖はあなたにしか出せません。その通りね。私もそこだけは手伝えなかったわ。何でも最後は気合が重要ね。ずんだもん、他に難しかったところは？目の加速を作るのはやはりちょっと難しかったのだ。加速とか作るとやっぱ目の移動、あの緑の丸が早く動きすぎちゃったりするのだ。まあこんな逆フィルタ的なものはオーバーシュートが起こるのが常よね。だから吹っ飛んでる時はロスの重みを大きくするようアドバイスしたわね。このアドバイスですぐ動いたからね。やっぱりメタンは天才なのだ。そうね。普通に認めるのですね。実際そうだからしょうがないのだ。あとはやっぱり仮想マウス、あれはきつかった。ちゃちゃっと作ったとか言ってませんでした。仮想マウス、つまりデバイスドライバーの書き方なんか調べても全然出てこないのだ。今時自分でドライバー書くぜなんてことないわね。普通これで簡単に作れるぜみたいなものをマイクロソフトが提供してくれているんだけど、たどり着くのが難しかったのだ。今はチャット GPT とかありますけど、なかなかそういうの難しいですよね。まあチャット GPT 先生にはくっそお世話になったけどな。やっぱりあれは神だな。私もそう思います。本当にそうね。マジオールユーニードなのだ。さて総括も終わったし最後に実況するかなのだ。3フェーズ目となるともう結構使いこなしていますね。この目で旋回する感じ結構面白い。ギュイーンって引っ張られる感じがあるのだ。おっとまばたきしちまった。私も今普通に戦っているけどいつものずんだもんと変わらないわ。すごいわね。マジ楽しいな。ミッションとかでも使ってみたくなったのだ。新鮮な気持ちでまたミッションができるというのもいいですね。わかる。しかしもう目の限界時間が来ているのだ。眼性疲労がえげつない上にドライアイになるのだ。早く勝負を決めなくては。堤防でビームを防いだわね。行くぞメタン、一気に勝負をかけるのだ。望むところよ。スタッカーやったのだ。まばたき連打タイム、潤いを与えるのだ。しかし疲労がすごいな。もう少し感度を上げてもいいかもしれないわね。そうね、改良の余地はありそうですね。ありまくりなのだ。今回はお目目で AC をやってみたのだ。なかなか大変だったけど楽しかったのだ。次は縦方向も動かせるようにしたいわね。わかる。ご視聴ありがとうございましたなのだ。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。